今日なんですけれども、手裏剣を打つ時の足の使い方についてちょっと考えていこうかなと思います。で、なぜかと言いますと、以前募集していた疑問に思うことがあったら教えてくださいと呼びかけていた中で、手裏剣が3メートル以上離れるとうまく刺さらなくなってしまうという意見をいただきました。ですので、距離を伸ばす、それから威力を出す、そういったことに必ずこの足の使い方とかそういうふうなものも関わってくると思いますので、ちょっと考えてみたいかなと思います。で、手裏剣なんですけれども、距離を伸ばす時には以前少しお尻の方を弾くように手裏剣を使ってくださいと。このままだとすぐに倒れてしまうので、少しお尻の方を弾いて押して手裏剣をコントロールすると距離が伸びますっていう話をしました。あとは始めたばかりの方とかでだんだん手裏剣が刺さってくると、やっぱり距離を伸ばしてみたいなという方もいるかと思いますので、ちょっとこの足の使い方、これもちょっと考えてみたいなと思います。構え方なんですけれども、右手で打つ場合、左足前でも右足前でも構いませんという話をしました。この状態で腕だけで投げると、刺さりは刺さってくれます。ですが、より威力を出したいときに腕を強く振るのも間違いではないんですけれども、少しこの踏み込みを使っていただきたいです。そうするとより威力は上がります。で、この踏み込みがやはり普段こうやって物を投げるっていう習慣はやっぱりあまりないんですね。ボールの場合ですとまた違う足の使い方になります。もう出ている前足を一歩踏み出す。この状態から一歩踏み出す。なぜ踏み出すかというと、反動をつけたいのではなく、この手裏剣が前に飛ぶための推進力が欲しいんです。ですので、この動きが欲しいんです。この動きを手裏剣に乗せてあげたい。つまり、野球のピッチャーのように反動をつけて投げるのが目的ではなく、この力、この体がここからこっちに前の方に移動します。この移動する力を手裏剣に伝えてあげたいんです。今のはちょっと極端な打ち方です。実際こんなことを言う必要はないんですけれども、実際はこの状態からでいいです。前に出ている足をさらに前に進める。これだけで威力は上がります。それと先ほど野球の話で例えたんですけれども、野球の場合だとためができます。このためで威力を、ボールのスピードを上げます。この時点でため入ります。このためが威力になります。ですが手裏剣でこの動きで極端にためてしまうと、手裏剣がちょっとこう右を向いたり左を向いたりねじれてしまう
原因になりますので、決してこのためを作るのが目的ではなく、体が前に出る力を使いたい。そのために前に出ている足を一歩踏み出す。意外と前に出てる足を踏み出すっていうのが慣れていない方がいらっしゃいます。ですので、この動きにまずは慣れてあげると手裏剣に非常に威力が乗ります。あとは例えば踏み出さなくてもこの動きはしっかりと意識することで非常に威力が乗ります。それと右手で投げるものに対して右足を前に出す方、これも同様です。やはりこの前に出る力を使いたい。で、特にこの右足を前に出している方はこのひねりが結構顕著に出ます。なので実はこれで力を乗せるって少し難しいところがあります。ちょっとね、段ボールなので衝撃で落ちてしまいます。すみません。パターン別に考えていこうと思います。まずは右手で投げる場合、左足が前に出てその場でごく小さく体重移動して打つ。もう一つは左足を一歩踏み込んで打つ。右足を前にしてごく小さく体重移動する。もう一つは右足を一歩踏み込んで打つ。ちょっと少ない、これをやる人は少ないんですけれども、左足を後ろにして構えて左足を一歩進めて打つ。割とこれをやる人は少ないんじゃないかなと思います。それよりも多いのが右足を引いて構えて右足を一歩出して打つ。こちらの方が右足前派の人にしてみたら多い動きじゃないかなと思います。で、一つだけ注意なんですけれども、この右足を引いた状態から右足を前にして打つ、この場合なんですけれども、先ほどのこのため、これによる影響がちょっと大きく出てしまいます。なので距離を伸ばそうとしたときに今の打ち方をすると割と、手裏剣が回転してしまうことが多くなります。でもやっぱり威力を乗せるためには一歩踏み出してあげた方が威力は上がります。なんでね、そういう方の場合なんですけれども、ごくごく小さく歩数を増やしてみてください。この状態から右足を一歩前に出すのではなくて、左足を小さく出して右足を出す。そうすると比較的刺さりやすくなります。
足を使うっていうのは結局体全体を使う、体全体を使って力を出したいんです。なのでごく小さくでいいです。本当に見えない程度に左足を小さく一回動かすと比較的まっすぐ打てるようになるんじゃないかなと思います。足を動かすパターンはそれぞれなんですけれども、やりたいことは腕の力だけではなくて体全体の力を手裏剣に伝えてあげたい。腕だけで投げると少し角度が良くないんですよね。もう腕だけで打ちつけてしまうので下向きに刺さります。うまく体を使ってあげると手裏剣にまだまだ余力が残るので、切っ先が少し上を向いて刺さってくれます。上手に体を使うとより威力も上がるし距離も伸びるんじゃないかなと。最初のうちはどうしても刺そうという気持ちが強くて、手の動き、腕の動き、あとはもう指先だけに集中をしてなんとか刺そうとします。慣れてきたら体全体使ってあげてください。腕だけの筋肉ってたかが知れてます。特に私みたいにそんなに力がない人間は腕だけで振ろうとしても大した力は出ないし、すぐに肩であったり肘を痛めてしまいます。ですのでなるべく体全体を使ってあげるとより大きな力が出て距離が伸びるんじゃないかなと。特に手裏剣なんかは普段のボール投げとはまたちょっと違う動きをします。ですので意外とこのステップ、これがうまくいかないっていう方が多いです。自分ではできてるのになと思っても、私も動画を撮り始めて気がついたんですけれども、意外と足の動きがたどたどしくて、足の力や体の力が手裏剣に伝わっていないなっていうことがありました。ですので手裏剣を始めたばかりの人、ちょっと刺さり始めてきたな、もっと距離を伸ばしたくなったなという方、もしくはある程度慣れたんだけれどもちょっと何か距離であったりとかどこかで壁を感じたっていう方は、一度自分の動きを本当は撮影をしてみてチェックしてみるのが一番いいんですけれども、こうやって足や体を上手に使えてるかな、割とやっぱり足がたどたどしくなってる方が多いと思いますので、そうやって体全体上手に使って打ってあげるとより威力が出るんじゃないかなと思います。足の動きですが、最初は大きく動かしていいと思います。で、あとはできればゆっくり、練習をしてみてください。大きくゆっくりやってみてください。早く動かすとごまかしが効いてしまいます。つまりさっきのねじれれば何でもごまかせてしまいます。これでも十分刺さりますが、大きくゆっくり、さらに極端に言うともっとゆっくり、もっとゆっくり、
この足の動きなんですけれども、最初は大きく動いていいと思います。できれば練習の一つとしてちょっと大きくゆっくり動いてあげるといい練習になるんじゃないかなと。つまり早く動くとどっかでごまかしがあったなっていうのが分からなくなってしまいます。今ですと体にいじっちゃったな、ここから慌てて手を落としてきたなっていうのが早いと分かんないんです。なので最初は大きくゆっくり、できればお腹に力を入れてお腹から動いてあげるようなイメージを持つと、ゆっくり大きくよどみなく動けますので、結構ねこれだけでもきつい練習なんですよね。ここでヒュッと足を出しちゃったなとか、そういうのが分かるので、大きくゆっくりゆっくりじっくり動いていってあげると、こういうふうに自分は動きたいんだなとか、そういったものも分かります。実際に打つ時も最初は大きくゆっくりでいいです。大きくゆっくり、力を入れるのは刺さり出してからでいいです。なので最初は大きくゆっくり打ってみてください。意外とね、自分がいかにごまかしてたのかなっていうのが、これをやると分かるんじゃないかなと思います。というわけで今日は手裏剣を打つ時の足の使い方、それから体の使い方についてちょっと考えながら遊んでみました。実際手裏剣を打つ方は、どんな方でも多かれ少なかれこういう体の動きや足の動きというものは使っていると思います。ただ上手な方はやっぱりそういう動きを隠すのも上手なので、見えないようにもう本当にごくごく小さい動き、多分本人でもほとんど近くできないぐらい小さな動きでも実際にこうやって足や体はしっかりと使う。なので、旗で見ている人からすると、あの人の手裏剣はなんでこんなにスピードがあるんだろう、遠くまで届くんだろう、もしくはあんなに威力があるんだろうと、そういったちょっと見た目に不思議な動きになってくるんじゃないのかなと私は思ってます。なので私はなるべくこういう動きをまずは大きくしっかりと覚えてから、それをなるべく小さく行えるようにして、そして完全に見えないように、でもしっかりと体は使った打剣ができるように練習をしています。手裏剣の教科書などを見ると、よく言われるのが、ためを作らないだとか、ねじったりひねったり、そういった動作はなるべくしないと、やっぱり教科書には書かれていることが多いです。ただその教科書がどう書かれているのかっていうのを考えることも大事で、近い距離を想定していたらおそらくそのためとかひねったりうねったり、そういった体の動きっていうのは必要ないと思います。実際手裏剣がどの程度実戦で使えるのかは分かりませんが、小さい距離だったらおそらくそういったものがなくても十分に使えます。ただ長い距離を、あくまで趣味楽しみとして長い距離を打ちたいな、それこそ5件6件7件、10件まで行きたいなとか、そういう方にしてみると、長い距離を打つにはやっぱり多少はそういう動きっていうのも使わないといけないんじゃないのかなと思うところはあります。なのでいろんな教科書、いろんな言い方をする方っていうのがやっぱりいらっしゃいます。なのでそういうのはいろいろと自分で考えながら
どう受け取るかによってもかなり違ってきますので、そういったことも考えながら手裏剣を練習していくのも楽しみの一つじゃないかなと思っています。というわけで、今日はいろいろとこうやって遊んでみましたけれども、また何か疑問とか、やってほしいなと思うことがありましたら、いつでもコメント欄もしくは連絡いただければ対応の方させていただきます。それといつも高評価ボタン、グッドボタンを押していただいている方、ありがとうございます。本当にね、もう高評価のボタンの数が増えていくのが本当に嬉しいです。あれだけでも本当に原動力になってます。いつもありがとうございます。では今日の動画は以上です。面白ければまた高評価、グッドボタンを押していただければ嬉しいです。よろしくお願いします。最後まで見ていただいてありがとうございます。今日の動画は以上です。失礼いたします。